皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースを取り上げていきます。最初に取り上げるのはロシア軍の近況。どのような装備で現在ロシア軍が戦っているか、最近の戦闘映像などを交えて解説しておきます。2つ目が、戦争が長期化することによって軍事関連技術の必要性が高まります。そこに合わせて研究開発に投資するお金も増えるわけで、西側の防衛産業から画期的な軍事技術が開発された可能性が指摘されています。イギリスの防衛産業メーカー BAE が砲弾製造を16倍まで引き上げることが可能ではというような話を発表しています。最後3つ目、ローマ教皇が亡くなりました。ウクライナ情勢との関わりがあるので、どのような意味でローマ教皇の死去が関係しているか解説しておきます。まずは、ロシア軍との戦闘から見ておきましょう。ウクライナ軍のドローンが戦場を観察し、攻めてくるロシア軍の様子を把握します。それに合わせて攻撃が行われます。まず、距離が離れたところに対しては砲弾の攻撃。その後、少しずつ近づいてくれば、今度は小型ドローンで撃ち漏らしを撃破していきます。もちろん、逃げ帰ろうとする者に対しても、ドローンで追いかけて破壊していきます。日中の方が戦いやすいわけですが、ロシア軍はなぜか夜間での戦闘といったものを少し避けているようです。夜間戦闘をするための暗視装置が十分に前線に行き渡っていない可能性があります。おかげでウクライナ軍にとっては迎撃ができるわけなので、ロシア軍の必要物資が足りないのは助けとなっています。そして、ロシア軍の移動手段なのですが、軍用車両が足りないがために、現在では多くのバイクが配備されるようになりました。バイクは走行がない分だけ銃撃を受ければあっという間になくなってしまうわけですが、しかし、銃弾の届かない距離であれば、一人一人を攻撃しようと思えば、ドローンを一つ一つずつ当てていかなければなりませんから、これらすべてを迎撃するのは結構難しいものです。そのため、ロシア側としては、バイク突撃といったものは、さほどマイナス面で評価されていないようです。ちなみに、バイクが行き渡らないところでは、電動のキックスケーターなどもよく使われています。値段から言ってもバイクよりも非常に安く、中国あたりから大量に仕入れて、兵士たちに行き渡らせることができます。ただし、スピードもバイクに比べてさらに遅いものですから、小型ドローンに迎撃されるとほとんど生き残ることができません。もちろんこれもウクライナ側のドローンの操縦士が守備している範囲での出来事です。そしてこちらはドローンに対する防御策としてどんなものができるか、現場の兵士たちは知恵を絞っています。ドローンが攻撃してきたとしても致命傷にならないためという意味での覆いをかぶっているところです。実際にこれでどのくらい役に立つかは不明ですが、何もしないよりはマシという考えは、実際その通りでしょう。ロシア軍の指揮官にも2種類あります。まず第一に、人海戦術に徹底的に特化したような指揮官がいるようで、今回の映像で紹介したような兵士全員をバイクに乗らせて、それぞれの兵士たちが少しずつ分散して、それも時間差で何度となく繰り返し攻撃するといったような戦線があるようです。それらの兵士たちは、銃撃を受ければあっという間に亡くなってしまうわけなので、少しでも銃撃を受けないようにと、重厚な砲撃を支援させることによって、ウクライナ軍を塹壕陣地から出さないようにと抑え込むといったようなことも行っているようです。この攻撃は、多くの歩兵を失わせるような戦い方なのですが、それでもウクライナ軍を圧迫するような戦いとしては、じわりじわりと前進を果たしているようです。一方でもう一種類の指揮官は、2022年頃の装甲車両を徹底的に集めた攻撃といったものを目指しているようで、先ほど述べたような歩兵を攻撃させるのとはまた別に補充されてくる軍用車両をなるべく溜め込んでまとまった数になったら一気に攻めるといった攻撃を行っている地域もあるようです。ただし現在の戦場においてはそうした装甲戦力を集めた構成といったものがなかなか機能しません。それというのもウクライナ側が迎撃戦闘に必要な装備品については国産化を進めており、それが軌道に乗り始めているからです。砲弾類については、国産率が3割から4割程度まで高まっており、数はもっともっと欲しいのですが、少なくとも完全にないような欠乏状態ではありません。その上、小型ドローンについての製造能力は、もはやヨーロッパ一の状態になっていて、
年間400万機製造することも可能な状態になっているそうです。これぐらいの製造能力を持つと、すでに腕のいい操縦手を確保することの方が課題となってきます。ですから双方激しく砲撃し合って、その上でのロシア軍の攻撃をいかにして迎撃するか、その中で打ち漏らしたところがあるとどうしてもじわりとロシア軍が前進するといったことが今はウクライナの戦場の様子となっています。ただ、アメリカからの軍事支援が先細りする一方の状況において、全体の戦況としては膠着状態とも言えるようなものとなっており、決して大きな動きが発生しているわけではありません。もはやアメリカからの支援は全く期待できない状態ですから、どれだけヨーロッパからの支援が入るか、そしてウクライナ自身が今以上の防衛能力を獲得し、ロシア軍の戦闘能力を削ぐかに今後の行方がかかっています。次に、ウクライナに対するイギリスからの砲弾支援、かなり加速する可能性が高まる非常に重要なニュースが入っています。イギリス防衛メーカーが砲弾生産を16倍に増産で起きること、戦時体制ロシアへの備えの本気度というニューズウィークの記事より、イギリスを代表する防衛メーカー BAE システムズが爆薬生産能力を大幅に拡大するとの情報、敵国による攻撃を想定して新生産拠点は3つに分散するという、ウクライナ戦争をめぐり第二次トランプ政権の脱欧州政策が進む中、イギリスを代表する防衛メーカー BAE システムズは NATO 標準弾薬の 155mm 砲弾の生産を今後2年間で16倍に増産する計画だとタイムズが報じた。イギリスはアメリカとフランスへの弾薬依存をなくすため爆薬生産能力を大幅に拡大する。イギリス陸軍の 155mm 砲弾や他の武器に使用される軍用爆薬を生産するためイギリスの拠点に輸送コンテナ工場を設置する。BAE システムズは敵国の攻撃を受けた場合を想定して新しい生産拠点を3つに分散させることを検討中だ。トランプ大統領の下でアメリカはヨーロッパにとって信頼できないパートナーになりつつなる中、イギリスとヨーロッパはアメリカ製装備品への依存度を減らす動きを早めている。BAE システムズはこれまでアメリカとフランスの供給元から軍用爆薬を輸入してきた。しかし、アメリカ製爆薬を使用した武器弾薬はアメリカの国際武器取引規制の対象になり、アメリカが将来使用販売を禁止する恐れがある。このため、世界初の自動化技術を活用して自国生産に切り替える。イギリスのシンクタンク、ヨーロッパ改革センターの研究員は、プーチン大統領が戦時体制を整えているのに対して、ヨーロッパの防衛産業は装備供給面で速度、量とも不十分。この遅れを取り戻すため EU は支出拡大と制度改革を急いでいると解説する。短期的にはウクライナ支援が最優先課題とされ、大規模な支出増が潜在的な侵略戦争を抑止するのに不可欠と位置づけられる。今回の BAE システムズの2年間で砲弾製造数を16倍まで引き上げるといった話は、一体何が画期的かといえば、従来の必要物資と切り離すことができたというところがポイントとなっています。BAE システムズはイギリスや同盟国のサプライチェーン回復力強化が期待できるエネルギー物質及び推進剤生産における革命的な新手法を開発した。この新手法は火薬原料の合成に連続フロープロセスを使用し、需要の高いニトロセルロースやニトログリセリンの必要性を推進剤製造からなくすものだと発表。重要なのはニトロセルロースやニトログリセリンの必要性がなくなったという部分です。そもそも軍用爆薬を作ろうとなればその原料についても非常に扱いを丁寧に行わなければなりませんし、簡単に製造能力をどんどんと増やすといったことは従来はできませんでした。しかし BAE システムズはそのような扱いの難しいもの、そして生産量を一気に増やせないものに頼らずとも違う手法を開発することによってこれからは軍事用爆薬を作ることができるようになるとしています。しかも2年間というかなり具体的にそれも間近の期限を設定していることから何か誇張した発表しているわけではないでしょう。従来ウクライナに対する砲弾支援といえばアメリカから大量に入るか、それともドイツのラインメタルやもしくはフランスからといったような感じで様々な国からの支援が行われてきました。プラスアルファとしてチェコが資金を調達すれば世界中の兵器産業から買い付けを行うみたいな話もありました。このような話の中でイギリスは決して大きな供与元ではなかったのです。
しかし BAE システムズは防衛産業の中でも大手であり、継続的に研究開発のお金を投じ続けてきたそうです。ですから、2022年のロシアによる本格的な侵略その前から継続的に開発していたものが、より必要性が求められ、資金や人を集めて研究を加速し、今回実用化、そして生産体制の強化へと一気に話が進んだとのことです。ドイツのラインメタル社も製造工場そのものを増設して砲弾の供給能力を上げてきています。フランスもまた生産能力向上のために予算を費やしていますし、今回のイギリスにおける製造方法そのものに革新的な技術を投入するといった話は、今後の展開を考えるとかなり重要な発表だと言えます。また、さらにはチェコが海外から輸入しているといった話をしましたが、その中でも供給元としてかなり期待されているのがインドです。インドは国内製造といったものをもっともっと充実させたいと考えていて、砲弾についていっても欧米よりももっと安く、そして大量に作れるといった話を売り込んでいます。ヨーロッパではウクライナ支援のための予算はつぎ込むといったことを目標として話し合いを続けていますから、資金さえ確保できれば、砲弾の不足といったもの、そしてアメリカからの支援が先細りしている中において、それを十分補うだけの生産支援体制が整う可能性が少しずつ高まっています。次に、ウクライナ情勢に関してあまり関係なさそうと思えるけれども、外交上においては一つ大きなニュースを生み出すかもしれない。フランシスコ教皇死去のニュースから、ローマカトリック教会のフランシスコ教皇が21日88歳で亡くなりました。各国ではその死を悼む動きが広がっています。ローマカトリック教会は、フランシスコ教皇の葬儀を26日に執り行うと発表しました。葬儀にはアメリカのトランプ大統領やフランスのマクロン大統領が参列する意向を示しているほか、ウクライナのゼレンスキー大統領も参列する方針が伝えられていて、各国の首脳が集まるものとみられます。キリスト教圏における影響力から考えても、教皇が亡くなったことは非常に大きなニュースです。しかし、ウクライナ情勢との絡みで言うと、教皇が亡くなったことというよりも、この葬儀の場に各国の首脳や政府高官らがやってくること、それ自体の方が注目すべきことです。特に今回は、ロシア側の政府高官も出席するものと見られていますから、アメリカとロシアとの間における外交交渉の場ともなりますし、また、ウクライナ、アメリカとの首脳会談もまた十分考えられるものです。さらにはちょっと可能性は低いものの、アメリカ、ウクライナ、ロシア、この3者における外交交渉の場が設けられる可能性もないとは言えません。現在、トランプ大統領によるウクライナ停戦協議は全く行き詰まっている状態なので、フランシスコ教皇の葬儀の場は、この状況に少し変化をもたらす可能性があります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、ぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。